皆さん、こんにちは。鎌倉に住んでいる招き猫のミケです。今回ご紹介するお寺は、鎌倉幕府発足の500年も前にできた、数々の伝説の残る鎌倉最古のお寺、杉本寺です。早速、訪れてみましょう。杉本寺へは JR 鎌倉駅東口のバスロータリー4番乗り場で八幡宮浄明寺方面行きのバスに乗ります。鶴岡八幡宮の前で右に曲がり、金沢街道昔の六浦街道を進み約7分、杉本観音前バス停で下車です。バスを降りたらそのまま進行方向に徒歩1分、左手にお寺の入り口があります。ようこそ鎌倉最古のお寺杉本寺へ。こちらが杉本寺の入り口です。入ってすぐ、まるで別世界の雰囲気です。高い木々がうっそうと重なり、その中を両側に白い11面観音の奉納旗が立つ石段がまっすぐ山の上まで伸びています。入り口からすぐ右手にこのお寺の伽藍復興大勧進の案内があります。鎌倉期まで坂東観音霊場第一番として栄えましたが、鎌倉時代から室町時代の戦火で荒廃し、江戸時代には一時期無人にまでなったそうです。昭和になって復興運動が始まり、遠くハワイからも寄付があり、徐々に復興しました。興味深いのは、このお寺の地図には今後も稲荷堂や宝蔵殿三門も将来的に再建を目指していると書かれています。今でも素敵なお寺ですが、今後もっと建物が増えるのでしょうか。楽しみです。境内は段々になって徐々に高くなります。最初のステップに受付があります。ここで拝観料をお納めします。拝観時間は午前9時から午後4時、受付終了は3時45分です。基本的に年中無休です。さあ、境内に入りましょう。受付から最初の石段を登ると、山門の仁王門です。杉本寺の概要です。杉本寺は鎌倉に2つしかない天台宗のお寺です。もう一つは北条屋敷跡にある法海寺です。3号は大蔵山。開山は平安時代のお坊さん行基です。鎌倉最古のお寺で、鎌倉幕府が開かれるより実に500年近くも前に建てられました。杉本寺の歴史は奈良時代まで遡ります。時は平城京の時代。その頃、仏教は国家安寧のためのもので、民間への布教は朝廷から厳しく禁止されていました。僧侶も朝廷からの資格制で、お坊さんは公務員のようでした。開山の行基さんは668年生まれ。なんと大化の改新の約40年後という時代です。彼も僧侶を目指し、初めは
公営の道場で勉学に励んでいました。しかしその頃の一般民衆は農業改革で収穫が増した一方、重税に苦しみ、また平城遷都後度重なる飢饉や疫病に苦しんでいました。有名な山の上のオクラの貧窮問答家もこの頃です。行基さんは自分がいくら勉強しても世の中の人々が救われないことを悟り、禁を破って道端での辻説法をするようになります。このように個人で活動する僧侶を指導僧と言います。朝廷は強く弾圧しますが、彼は全国を回り、民衆のために農業用のため池や水路、橋などを架け、圧倒的な支持を受けます。そんな全国を回っていた731年、ここ鎌倉を訪れます。大倉山から町を眺め、ここに観音様を置こうと思い、自ら彫刻した11面観音像を安置したのがこのお寺の始まりです。朝廷はそんな行基さんをたびたび弾圧しますが、その業績は次第に認められます。実はその頃、時の権力者聖武天皇はあることに悩まされていました。当時自然災害は悪霊の仕業と信じられていました。そしてその原因は国を治める者に徳がないからとされました。聖武天皇と光明皇后には跡継ぎがなかなかできず、それも徳がないからではないかと悩んでいたのです。そんな中、藤原氏の行いをたしなめた先の天皇の巫女長屋王が藤原4兄弟に陥れられ暗殺されるという事件が起きます。その後、飢饉や疫病はさらにひどくなりました。人々は長屋王のたたりを噂し始めます。734年、光明皇后は徳を積むため観音様のお告げを受けたとし、杉本寺の本堂を建立しました。そしてついに長屋王を陥れた当時の実力者藤原4兄弟がすべて天然痘で病死します。ここに至って聖武天皇と光明皇后は長屋王の怨霊だと震え上がりました。聖武天皇も藤原系の血筋です。そして光明皇后は藤原の不人の娘です。2人は自分の血筋は呪われていると感じ、罪滅ぼしと徳を積むために全国に国分寺を建て、光明皇后は慈善事業に没頭し、行基さんにもすがることとなるのです。その後、集大成として奈良の大仏の建立へとつながるのです。行基さんに帰依した聖武天皇は彼になんと日本初の大僧正の位を与え、大仏造営の民衆への旗頭としたのでした。では改めまして仁王門をご案内します。このお寺の最初の見どころはこの仁王門です。仁王様は寺院内に仏敵が入り込まないように防いでいる守護神です。この仁王門自体は18世紀頃の建立です。左右に収められている仁王様は奈良東大寺の仁王も手掛けた運慶作と言われています。運慶さんは平安時代後期から鎌倉時代初期に活躍した仏師です。京の都で一世を風靡してから晩年は源実朝や北条政子、義時などの依頼に限定して活動するなど鎌倉幕府と関係の深い仏師です。男性的な力強い表情が特徴的とされ、また衣のひだなどでさまざまな変化をつけ、力強い筋肉質な体の作りも特徴です。こうした作風は当時の武士の気風を反映したとも言われています。気迫がにじみ出てて迫力です。では仁王門を通り抜けましょう。仁王様の後ろにかやぶき屋根の大勧進の案内がありました。かやぶき屋根は今まで20年は持つと言われていましたが、最近の温暖化と異常気象で今では10年ほどでダメになってしまい、令和7年の大改修を予定して寄付を募っています。こんなところにも温暖化の影響が出ているんですね。考えさせられます。さて、仁王像の向こうから上の本堂、広場まで一直線に苔むした石段が続いています。このお寺を代表する景色です。すり減った石段を苔が覆う様は鎌倉最古の寺院の過ごしてきた育成層の時を感じさせて、まさに古刹の雰囲気ですね。美しい緑一色の階段の両側に
たくさんの白い奉納旗が立つ光景は圧巻です。石段の右手には弁天堂があります。